ハッシー君の週刊オンエアトークの時間です。前回、人類の進化とですねが地球の軌道、周りの惑星からの影響によって地球の軌道のがブレるというね、周期的にブレる、このことによって人類の進化が決まるというようなお話をしました。でその時に思い出したんですね。実はもっとスケールの大きなですね、そういう地球の生命進化とですね宇宙の出来事の関連というものをですね、取り扱った、本というか論文があるんですが、それがあることを思い出しました。それは何かと言いますとですね、物理学者でですね多次元宇宙などを研究して、おられるリサ・ランドールというですね女性の美人女性なんですが、この人はたくさんの本を書いておられて、有名な人なんですが、その人がですね、仲間とダークマターと恐竜絶滅、向こうの言語版はダークマター&ザ・ダイナソウルスとね、ダークマターとダイノサウルス、ですね、というその関連を書いた本を出して、これは論文にもなってるんですが、それが本になりまして、僕は原版と日本語訳両方をAmazon の Kindle 版で買ったんですが、こういう本ですね。でそれがまた面白いんですね。分かりやすく書いてあって、しかし非常に綿密に検討していってですね、とんでもないアイデアがそこに出てくるという、こういうお話です。要するに、ダークマターというもの、これは今天文学での最大の謎と言われている。ちょっとどんなものかというと、我々はこの、物理学というのは素粒子論などが進んでですね、ほとんど全ての物質について、分かっているような気になってますが、実はそうではないんですね。我々がこの観測したりして、星を見たりですね、周りのものを見て物質として、観測できるもの、これをですね全部合わせて見てもですね、実は質量が足りないんですね。でこれはいろんなところに、証拠がありまして、一番よく言われるのがこの銀河系の回転がですね回転してるんですけれども、今の実際に観測できる星々、太陽とか恒星、さらに地球みたいな惑星も込みでですね、予想される質量というのが計算できるわけですね。その質量に対して今これ回転して渦を巻いてるんですが、この回転による遠心力というのがあるわけですが、それがですね計算してみると、今観測されている、あるいはあると信じられている物質が作っている重力、引力に対してこの回転の遠心力の方が大きくてですね飛び散ってしまうはずなんですね。ところが全ての銀河は飛び散らないでちゃんと回転してるわけですね。ということはその銀河の中に、その遠心力で飛び散るのを防ぐもっと引っ張る物質があるはずなんですね。でこれがわからない。でこれをダークマターと天文学者たちは呼んでいるわけですね。でそれはそれでものすごく面白い話なんですが、我々はほとんど何も知らないということをね、これは物語ってるんですが、普通の我々が知っている物質というのはこの宇宙全体にある物質の 5% に過ぎないですね。でそれに対してダークマターというものが26% ある。これまだ見当ついてません。いろいろ言われてるんだけど、まだちゃんとしたことわからない。でさらにそれより多くですねダークエネルギーというものがありましてね、これが 69% を占めてる。すなわち我々は物理学が扱っている物質というのはこの宇宙にある全物質、全エネルギーと言ってもいいんですがのわずか 5% に過ぎないというね、
これが天文学の定説。ダークエネルギーについては非常にまだ何も分からずにですね、宇宙が加速膨張している、そのことによって出てくるエネルギーのことなんで、それ以上のことはよく分かってないんですが、このダークマターについてはいろんな研究がされていて、いろんな証拠からダークマターがあるはずだと、我々が観測している物質の5倍ぐらいの量のですね、何かがあるはずだということなんですね。でそれがわからない、そういう一つのテーマ。それともう一つはこの恐竜6600万、年前の恐竜絶滅で、これは1個の巨大な直径10キロぐらいの隕石が地球に衝突することによって、恐竜をはじめ当時の地球にいた生命の種のほとんど 90% 以上がですね、絶滅したと言われています。これはものすごく、衝撃的な出来事ですが、どうやらこれがあった、6600万年前にこういうことがあったということはほぼ確実視されている。この2つ、ダークマターとこの恐竜絶滅はですね、本来生物学の話と天文学の話で、関係ないはずなんですが、このリサ・ランドールという物理学者はですね、これを関連付けて研究したんですね。ここがむちゃくちゃ面白い、素人受けもする。しかしその分析もなかなか大したもので説得力があるんですね。でどんな話なのかということなんですけども、そのごく大まかなことをお話をいたしますとですね、まずその恐竜を絶滅させたですね、ものが小惑星なのか彗星、ハレー彗星とかっていうねものかという議論がありまして、それをいろいろ検証していって、どうも小惑星というよりは彗星であった可能性が高いということに今はなりつつあります。そして、彗星というのがどうやってやってくる。彗星というのは、宇宙のほとんど氷なんですけどね、若干のいろんな物質も含まれてますけれども、氷のこの集まりみたいなものがわーっと太陽系の周りを回ってるわけですね。で、それがやってきている大元はどこなのか。彗星の源がですね、最近言われているのはオールト雲というですね、太陽系の外に遥か彼方にですね、もう太陽から1光年近くも離れたところに太陽系のずっと外側をですね、オールト雲というそういう宇宙の塵とかですね、氷のこういう雲がある。これがどうも実際直接はなかなか観測はできないんですが、非常に密度も少ないですし、星じゃないんで輝いてないんでね、なかなかその存在を突き止めるのは難しいんですが、これが存在するということはどうやら確かなんですね。そしてですね、そのいろいろな塵がとか氷の塊がですね、ある重力の節動というんですかねによって、時々パッとこのオールト雲の軌道から離れて太陽系に落ちてくる、これが彗星であるという、説が大変有力です。要するに彗星の源、彗星を生み出しているですね、彗星の母なる大地みたいなもんですね。そういうものらしいということが分かってきた。そしてこのオールト雲から彗星が落ちてこれがなぜこれが起こるかというと、銀河全体の我々の天の川銀河といいますね、天の川銀河全体の潮汐力、月の潮汐力が海の潮の満ち干を起こすように、その潮汐力によってこのオールト雲がちょっと揺さぶられて落ちてくるんですが、しかしそれが落ちてくるのが、常にしょっちゅうそうなるかというとそうはもちろんならないわけですね。
そしてそれをいろいろこう考えていくと、まずその恐竜絶滅の方から考えると、恐竜絶滅というかね、生物がですね、生物種の大量絶滅というのが6600万年だけではなくて時々起こるんですね。そしてそれがどのくらいの何かある周期があるということが言われていまして、でそれもなかなかこのデータを出すのは難しいんですが、だいたい3200万年ぐらいに1回ぐらいの割合でたくさんのこの彗星がオールト雲からやってくる。でその中のいくつかは地球にも衝突するということがどうやら本当らしいということになってきたんですね。じゃあなぜ3200万年の周期で、落ちてくるのか。でそれがちょうどそういうことが顕著に現れる周期と現れない場合もあります。今から200万年くらい前にそういう彗星が落ちてくる周期があって、その頃にはあまり大きなね200万年前に大絶滅というのが起こっていませんのでね、はっきりしたそこは証拠が残ってないんですが、それから3200万年1回もう1回その頃にも絶滅があったんですね。でさらに遡ると3200万年が2つで6400万年で200万年足して、今から6600万年くらい前に非常にその彗星の大きな彗星が地球に衝突した、これが恐竜絶滅を引き起こしたんだと。ティラノザウルスをはじめとするね、恐竜を滅ぼしたというようなことがどうやら本当らしいと。しかしどうしてその周期でその潮細力が働いて彗星が落ちてくるのか。この潮汐力を計算すると、このリサ・ランドールさんはですね、細かい計算をたくさんしたわけですね。そうすると普通の状況で今の状況で、今のというのはね何もない現在の知識でいうと、そんな大きな潮汐力が起きることはないんですね。でいろいろ考えてですね、この26% の占めるダークマター、暗黒物質ですね。これがどこにあるか何なのかもちろんわからない。我々が普通に観測する素粒子とはほとんど反応しない別の素粒子群であろうと。で質量だけはある。だから我々の観測にかからないんですが、この辺にあるかもしれないね。でどこにあるかもよくわからないんですが、そのリサ・ランドールさんはですね、こういう仮説を立てました。我々の天の川銀河があります。これ全体がね円盤状、これ横から見たはずです。でその時にこの円盤に沿って今ここで、紫色に描きましたように薄い厚みの薄いですね、円盤が、これがダークマターで、ダークマターの薄い円盤が天の川銀河、我々の銀河のこの真ん中の平面に分布している、そこに集まってるんではないか。そして我々の太陽系は、これは実際の動きをいろいろ過去からのものをデータを集めると分かるんですが、だいたいこう波を打ってですね、この天の川銀河のセンターですね、中心、ダークマターがあるとすれば、こういうダークマターの円盤をだいたい3200万年に1回横切るんですね。そうするとそのダークマターの領域の中に我々の太陽系がオールトーンも含めて入っていった時に、非常に大きな潮汐力が働いてオールトーンからの彗星のこの太陽系への落下がですね頻繁に起こるようになるのではないか。でそのことによって、それが地球にも落ちてくる、ひいてはそれが恐竜絶滅につながったのではないかというね、こういう壮大なお話であるわけなんですね。そういうものをリサ・ランドールさんが書かれている。リサ・ランドールさんはいろんな
本がたくさん書かれてですね、これ面白いですよ、どれもね。これは現物というか紙で印刷本を持ってるんですが、ワープする宇宙というね、ワープでパッセージ、これは原著ですね。こういう本、これだけじゃない、もうたくさん書かれて、よく、すごい研究もしながらこんな本書いてる時間があるなと、びっくりするんですけれどもね、という、宇宙の現象と地球生命の進化が結びついてくるという、こういう研究が最近は非常に、よく見られるようになってきたということですね。ではまたお便りご紹介しましょう。常連さんオレオレさんですね。これは大学物理の方のね、5分でわかる大学物理の講座の感想ですね。めちゃくちゃ面白いです。記号の一つ一つの意味もそうなんですが、読み方まで説明してくれているのがすごく嬉しいです。参考書なんか読んでても読めないんですよね。文字がね、ややこしい文字がね、変なナブラとかね出てきます。あれ書いてませんからね。いつも投稿を楽しみにしていますというようなお便りをいただいています。ありがとうございます。いつもどうもありがとうございます。ということで、週刊オンエアトーク、また次回をお楽しみに。